秋ですから、秋の始まりですからね。そんな9月です。はい。じゃあやりましょうか。はい。はい。範疇遊泳、男と女とそれを見る者 X の遊びと退屈とリアルタイム、暴力暴力。作演出山本卓、2012年制作。登場人物、男上田孝之、女伊上紗恵、それを見る者 X 福原寛、戸垣野本幸郎。この芝居はプロジェクターから投影される文字と画像、その明かりだけで行う。スクリーンに下記の文字が投影される。新宿のタワーレコードで欲しかった CD を買って、それから小田急に乗って16時頃でした。なんかいつもより眠いなあ。千歳船橋に向かってます。3両目の優先席に座って空いてたから許してください。音楽を聴いていました。音楽が再生される。この音楽は瞑想をする時の音楽です。ここで20分時間が飛びます。先ほどというアナウンスが聞こえたので目を開けます。まだ瞑想の名残があって頭がぼんやりしていますが、千歳船橋ついたようです。改札を降りてマックを過ぎて郵便局を左に森重通りを歩きます。3F のところらへんだったと思います。高校生がたむろしていてタバコとか吸ってるので、ちょっと世直し将軍が顔を覗かせたのですが、えぐい髪型のカラコン男子と目が合い、数秒で関わらんとこと気持ちにけりをつけることができました。ポジティブに。そしたらみたいなみたいな泣き声をカラコン男子が出して、携帯のカメラをこちらに向けて追いかけてくるじゃないですか。おい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 ここで選択ができます。1、迎え撃つ。2、全力で逃げる。3、ピースして写真を撮られる。どれにしましょう。ただし選択によって状況は変わっても結果は変わりません。結果 3F のガラス越しに映る己が透明人間になっていること。10分飛びます。家に着いてます。これで鏡を見るのは3度目。やはり己は透明になっている。ゴーッと叫びます。でも皮膚が消えていれば心臓も声帯も消えている。ペンは持てるか。おお、持てた。ペンで紙にグオーッと書き殴りました。笑い。3日飛びます。この状態になって初めてした悪さ。パパーン。どこかの家に忍び込んでパソコンを盗むこと。これは3日考えて絞り出した知恵。パソコンで世界に助けてを伝えるのです。だからこれを盗みました。でもすぐに悪いことしたなと思います。なぜなら
パソコンの写真アプリを開く。男と女の画像が写っている。それを見る者 X、しばらくそれを見つめている。クリック。次の画像へ、砂嵐の画像が映る。クリック。次の画像へ、男と女の家、寝室の画像。そして舞台上にゆっくり男と女が現れる。男は目が覚めると男は暑いと言って起き上がりました。生まれて初めてかもしれない。こんなに寝苦しい夜は。男はそう言うと引きちぎるようにパジャマを脱ぎました。クリック。男、脱いだ服を嗅いで、汗臭。どれ？本当だ、草。二人しばらく笑う。さっきの風呂を沸かして、もう一度風呂桶で風呂に入ろう。と男が言うので、女も一緒に入ることにしました。クリック。風呂場の画像。風呂桶はほぼ一人分のスペースしかないので、男と女は交互に体を洗いました。男が女の背中を洗うので、女は黙ってそうされてみました。クリック。ブランコに乗った女の画像。その画像が投影されると、連動して女がブランコのように前に行ったり後ろに行ったりの動作を繰り返す。何してんの？押して押して。押すって何を？背中。どうして？わかんない。男、女の背中を押す。こう？さあ、もっと押して。危ないよ。いいからもっと。でも。押して。クリック。屋外の画像。そうすると、女は風呂の壁をぶち破って屋外に出てしまいました。どうして背中を押してなんて言ったのさ。わかんない。なんか急に。わかんないって。クリック。公園の画像。なんか私公園に行きたいんだけど。公園？この格好で？壁に穴開いてるのに？穴開いてるから行くんだよ。ほら。どういうこと？男と女は手をつないで公園を目指す。どうして俺たち裸で公園を目指してるんだろう。大学まで出たのに。クリック。公園の画像。着いたよ。何する？ブランコ乗ろブランコ。いいけど。う。押して。押すって何を？背中。あもっと押して。あ、危ないよ。もっともっと。クリック。そうすると女はブランコごと一回転してしまいました。大丈夫？クリック。カナブンの画像。どうした？カナブンだ。カナブン。うん。どこにいるの？東京にもカナブンっているんだ。 5時間飛ばします。クリック。翌朝、目が覚めて、男はすでにバイトに行っていました。女は顔を洗いに洗面所に行きました。クリック。洗面所の画像。すると網戸にカナブンがペタリと張り付いていたので、網戸から引き剥がして手の上に乗せて眺めました。足がちぎれていました。ある朝、女がカナブンの脇腹を引っ張るので、ちょっとカナブンはムッとしましたが、そのムッとしたのがちょっとばかりいけませんでした。網戸に爪を立てすぎていたのです。足の第二関節から先がちぎれました。カナブンは足がちぎれても痛そうにしないので、足がちぎれて痛いので、女は特別悪いことをしたとは思いませんでした。手をばたつかせてもらいました。元気よくバタバタするので、指をすり抜けてひゅっと落ちました。男扮するカナブンが床に落ちる。しばらく女はそれを見ている。カナブン飛ぼうとする。するとカナブンが飛ぼうと不安定な操縦でこっちに向かってくるので、ヒュッヒュッとなっていたら、女の手がぶつかってまた床に落ちました。するとクリック。マンボウの画像。マンボウはフローリングのツルツルのところでピチピチと停滞しています。女はこっちを見ています。マンボウの動けないのを
面白いらしい。ヒレが折れました。皮膚もただれています。停滞したマンボウはずっとここにいたい。とまるで懇願するように女と目を合わせます。マンボウは、早くお母さんが助けに来て、2丁目のプランクトン居住区でご飯を食べさせてくれますようにと願いました。女はカラカラに乾いたマンボウにクリック。カエルの画像。カエルに掴むところをあげようと人差し指をそっと置きました。ほい。ほい。東京にもカエルっているんだ。君、東京に住みたいの？女はご飯ですよの空き瓶を洗う。クリック。その中にこのカクリック。エルを猫の画像。猫を入れて蓋をして眺めました。10時間飛ばします。クリック。男がバイトから帰ってきます。おかえり。ただいま。ご飯どうする？どうしよっか。あ、お風呂の壁大丈夫？壁？それよりほら、これ見て。今朝網戸にカナブンが、お前、これ、猫じゃないか。どうしてこんなことしたんだ？でも、生き物だぞ！猫は生き物なんだぞ！クリック。カナブンの画像に。あれ？カナブンじゃん。そう。朝網戸に止まってたから捕まえた。へえ。クリック。空中ブランコの画像。おねえ、あれに乗ろうよ。あれ？あれって何？あそこにある。ほら。でも怖そうじゃん。大丈夫だよ。ほら。空中ブランコ。クリック。スペースシャトルの画像に。おー。スペースシャトル。ほら、乗ろう。マジか。クリック。スペースシャトルが飛ぶ。クリック。2人、月の上を歩く。ハイタッチをする。クリック。ハイタッチがやがて突っ張りのようになって相撲を始めていく。クリック。相撲がプロレスのように変化していく。クリック。プロレスの固め技が豚の交尾のように見えてくる。クリック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 。画像が消える。男と女は電池が切れたようにその場に横たわる。スクリーンに下記の文字が打ち込まれる。彼らで遊ぶのにも飽きました。このアルバムはもう消しましょう。それを見る者 X、パソコンからアルバムを消す。クリック。では次に、当てどなく世界を散歩します。それを見る者 X、Google 検索で世界と打ち込む。検索したページをしばらくたどる。やがてツイッターを開く。ツイッターに下記のように打ち込んでいく。いろいろあって世界を散歩しました。検索しても世界は見つかりませんでした。世界もまた私のように透明なのかもしれません。
このまま死んで溶けて世界の監視員として生きていく。見て見て見飽きるまで見尽くす。見飽きたら消せばいい。そうだ、そんな風に生きてみよう。助けて。舞台には男と女の死体が虫のように転がっている。1万年飛びます。しばらくして暗転。これ僕が25歳の頃に書いた戯曲ですね。なかなかね、当時はかなり尖ってたつもりだったんですけど、なんかこうやって見てみるとすごいやりたいことちゃんと忠実にやってる真面目な戯曲だなっていう印象がなんかありますけどね。なんか当時はすごいもうなんか新しいことやるぞみたいな多分気迫でやってたような気がするんですけど、こうやって遠巻きに見てみるとなんていうかやりたい、自分の書きたいということに対してのこうなんかまっすぐ書いてた感じがするし、周りもみんなもすごいこう迷わず飛び込んでくれてる朗読だったのですごい伝わりやすかったんじゃないでしょうか。でも聞いてるお客さんがどうか見てるお客さんがどうかっていうのをわからないんですけど、自分たちなりにやりたいことはできたかなっていうような朗読だったと思います。解説みたいなことをちょっと軽くすると要するに透明人間になってしまった、X っていうカンちゃんが演じてた人間が、盗んだパソコンを開いたら、その開いた画像の中に開いたパソコンの中に画像で、彼ら男と女が入ってて、でその画像のアプリをこうクリックして遊んでるっていうようなイメージで、この写真をこうポンポンポンって人の携帯のアルバムを見てこうスクロールさせて遊んでいく、クリックして遊んでいくみたいなことを、今だったら携帯ですけど、この当時はパソコンのアルバムっていうところで結構なんか年代の違いを感じるポイントかなっていう気がするんですけど、それでその遊んでる透明人間もそれがそろそろちょっと飽きてきてみたいな、だんだん飽きてきて、で、どうしていこうかと、透明人間としてこのまま生きていくけどどうやってこれから生きていこうかみたいな。でこの時考えてたのは多分そのなんだろうな、そういう退屈っていうこともそうだし、そのネットの社会におけるこうなんていうの、こう人を操作していくっていうか、人を簡単にこう印象で変えてしまうみたいな、こうなんていうんでしょう、この人ってああだよねみたいなこうポイントをつまんでつなげて、なんていうかその人の印象を作り上げていくみたいなことに対しての抵抗みたいなのがあったんじゃないかなっていうふうに思います。で人は勝手にこう変えられていくというか、物語の登場人物にさせられてしまう印象でとか、何者かによって変えられていく、どんどん変えられていくっていう、それをちょっとこうマジカルな見せ方でできないかなと思って画像とか駆使してやってました。本番は今朗読だったですけど、本番は文字としてこう映し出されていたので、よりアノニマスな感じっていうのが多分出たんじゃないかなと。そうだね、 X は文字なんだね、上演の時は。そっか、だいぶ印象違うだろうね。無機質だ。こんな感じでいいですか？大丈夫ですか？ありがとうございます。